どうも、ともさやです。前回動画はアルゼンチン北部にあるティルカラという人気観光地、絶景、街歩き、キャンプ、一番飯、最高すぎる3泊4日動画。今回は同じくアルゼンチン北部サルタを動画で紹介。街並み、グルメ、大自然などを中心部からバスで移動できる範囲でローカルな部分も含めて細かく見せますスペシャル。ちなみにサルタはスペイン語で飛ぶという意味。餌も何もあげてないのに寄ってきたんやけど、まさかのリンゴ飴を日本以外でね見ることができると思わんかった。ポップコーン8000ペソ、高いな。現在勤労感謝の日の次の日の土曜日なんで、結構ねセントロの方は人でね賑わってることでしょう。まあ勤労感謝の日ということで、仕事してる皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。自分はねサラリーマン辞めてから約3年が経過しております。まあこれからもね海外旅しつつ遊びたいな、のんびり、節約しながらって感じで、どうもともさやチャンネルです。アルゼンチンといえば南部じゃなくて北部ですよ。北部、サルタ、ウフイ、トクマン、カタマルカ、人気なね観光地はたくさんあります。以前にね3つぐらい動画出しました。ウフイの動画出しました。グルママルカ、テルカラ、ウマワカ、見てもらったかな。かなり景色居心地のいい場所なんで、ぜひね見てもらえたらと思います。でその近くにあるそれと同じぐらい人気なサルタについて今回はね動画で紹介していきたいと思います。でサルタの郊外にはパパジャテとかカチとか有名なね景色綺麗なとこあるけど、僕はもうねそう行きません。もう景色飽きました。ウフイで大満足しました。サルタから日帰りでねバスで行けるような範囲でちょっとねサルタの魅力を動画でね伝えたいと思います。まずは街の中央公園プラサヌエベデフリオ、まあいわゆるねこのサルタの街の中心地、一番の中心地セントロですよ。おお、たくさんみかんがなってる。まずはそこに目行くわ。取り放題やな。こういう時に身長高いと言うんですよね。こんな感じの景色です。もうすでにねこのみかんちぎってね何個もねバクバクね食べてるんでね、もうね味に飽きました。もうさすがにいらんかな。1個ぐらいちぎってもいいか。こんな感じ、こういう黄色いやつが美味しいですよ。まあどれも酸っぱいですね基本的に。ぶっちゃけた話かなり節約できてます。42時間アルゼンチンね滞在してるんですけど、ちっちゃいな。42時間アルゼンチン滞在してるんですけど、実際1人で宿ホステル泊まったの1日だけですね。1日だけ、昼からの1日だけなんで、まあねだいぶ節約できるんで、今回はねもうねお金ね使っていきたいと思います。もう節約やめた。普通にレストランとか高いレストランとか行ったりとか、まあねいつも以上にもう節約は禁止で。ちなみに街にはこんな感じのねツアーとかがあって、一応ね33,000って書いてるけど、ディスクエントで28,000ペソでツアーみたいなのやってくれるらしいです。セントロの近くにマクドナルドあるし、ソフトクリームもね1300ペソなんでそんな高くないしね、マクドナルドで Wi-Fi も使うことができるし、休憩するにはいい場所ですね。ある意味なかなかいかつすぎるファッション、さすがラテン。一世代前の女子高生がかわいいって言いそうな感じの雰囲気ですね。こういうテーブルとか見てみてください。まさかのサンパウロ、ブラジルの首都までは 1900km、 そして我らが誇るトキオ 17,000km です。トキ街並みなかなかおしゃれじゃないですか。チクチクバンバンでおなじみのトゲモンにプレゼントしたいな。パセオ通過しろみたいな感じの、通れみたいな感じの意味なんやけど、全く通過させる気ないよ。まさかのゴミ箱からお金拾ったけど100ペソ。おしゃれなんやけど天気のせいで不気味に感じる。もったいない。ちなみにサルタのね中心街にはね綺麗な雰囲気の教会多いですよ。そしてね教会でおなじみ、教会の近くには結構高確率と言ってもいいほど不老者がいます。あんな感じでタンゴを踊ってるのかな、アルゼンチン発祥の。でも個人的にはこっちの方が気になる韓国のお店行ってみましょう。プロモーションで3,000ペソ、安いんかどうかわからないな。こっちとか6,500ペソやし、チョコパイついてるし、2,500ペソ。
はい、この町を象徴するカテドラルでバジリカでサルタ、かなり色あせてますね。そしてバックパッカーはもちろんカテドラルにある前のみかんが気になっているはず。自分もねここはねかなり行きたいと思ったんですけど、サルタでかなり人気、マジで人気な美術館、ムセオ・デ・アルケロヒア・デ・アルタ・モンターニャ、このムセオでまさかのね少女のミイラを見ることができるんですよ。結構かなりね保存状態もいいということで人気な美術館となっております。今日はねお金をたくさん使う予定なんでもちろん入りましょう。さすがに入場料無料じゃないですよね。外国人が16,000ペソ。値段高いから入らないっていうわけじゃないですよ。たくさん人が並んでるから今は入りません。後にしましょう。確実にヤンキーっぽくなるやんこの雰囲気。やっぱり美術館はね入場無料に限りますね。こういう感じのねところもあります。さすがに入場無料の美術館はあんまり心にいかないな。高級なブランド店に来た感覚です。心斎橋とかにありそうなお店。しょぼいしょぼいしょぼすぎる。行く価値なし。はい、セントロの近くには市場もあるよ。メルカドでレヒョナルかな、安いものが売ってる予感がしますね。はいはい、よくあるあるの雰囲気ですね。アルゼンチンの旗がちょっとおしゃれ。なんかそんなめっちゃ安いわけではなかったな市場。このガチャガチャした雰囲気悪くないね。さっきのメルカードの隣かな、メルカドムニシパルかな、こんな感じでねフードコートとかも広がってて、まあこの辺のレストランよりかは値段帯全然安いっすわ。さっきのフードコートとにかくねお客さんの取り合いというか競争率激しかったな。競争がワインの店来いワインの店来いってね超ガツガツ来られたんで萎縮してしまったわ。ちょっとなんか食べたいな。でもローカル料理、アルゼンチンが誇るアルファフォーレス、まあ日本でいうチョコパイみたいなもんなんですけど、これが4つで1000ペソってかなり安いですよね。こんな感じで路上で販売されています。アルゼンチンのモデルなかなか可愛いな。残念、ローカル料理堪能しようと思って市場に戻ってきたんですけど、市場ね2時に閉まるみたいで、また5時ぐらいに開くんかどうかなんかそんな感じのことを言ってたんですけど、とりあえずね今閉まったんでちょっと別のものね食べますわ。奥に見えるのがパステル・デ・チョコロンで海板とタマレスで、海板をね購入しました。1つ2000ペソですね。海板はね甘いタイプと、塩辛いタイプがあります。海板はね甘いタイプとしょっぱいタイプがあるんですよ。でね、さっきのお姉さんが2000ペソで他は全部2500ペソだったんですよね。なんでおばちゃんのところで買いました。ブエンプロベチョ。アルゼンチンといえばやっぱサッカーですね。マクドナルドでもこの仕様、バモスアルゼンティーナ。ウルグアイと比べたらねかなりね物価が安いと感じるんで、マクドナルドでひょいひょいコーヒー買ってしまったよ。2500ペソ。そして一直線上に並んでお水付き、まさかの炭酸水。これはポイント高いぞ。海板チーズが入っててなかなか美味しいぞ。次はねサンベルドナルドの丘っていうのがあって、あの丘にね登るよ。基本的にみんなねロープウェイ使う人が多いと思うけど、僕はね歩いて登ります。歩いて登りますよ。登りますよ。あっちにまたねムセオがあるけど、ムセオには行かずにセロサンベルドナルドという場所に向かいます。もちろんゴミ箱チェック何もない。ブエナサレス。今までね南アメリカ大陸の数々な丘に登ってきたけど、この丘はだいぶ足場が整備されてる方ですね。ついついこういうねショートカットねしてしまうんよな。こういう道の方がワクワクする。楽勝と思ったけどそんなに楽勝ではないな。ちょっと大通りに出てきたけどまだもうちょっとなんか上がるっぽい。また同じようなねこんな感じの階段の道が続いて、滝が見えたらもう終わりの合図かな。知らんけど滝の水の色が緑っぽい色してるけど、すごいねマイナスイオンがすごい感じる。気持ちいい。山頂に到着した。地味に観光地みたいな感じになってる。人もたくさんいる感じ。車でも来ることができます。 .
休憩なしの自分のね、割とね早いペースで所要時間25分。それではどうぞ。サルタに来た証からの凛々しい後ろ姿からのキングストリートからのセロサンベルナルドの絶景、こんな感じ。サルタでかすぎん？おそらく首都ブエノスアイレスに次ぐ第2の都市コルドバに次ぐ第3の都市サルタです。メンドーサよりもでかい。これは高ポイント。まさかの充電ができるでかい十字架からのまたしてもキングストリート。なんかロープウェイで買えることもできるけど、ロープウェイに乗る気1ミリもないから、もう値段もわからん。ほんでもってプロはね、ここからもう一つの丘に登ります。しんどいよ。全く人がおらん、やっぱりこれは穴場なんかな。ちょっとね、もう一つのね丘にね歩いていきます。今その途中、人全くおらんし、なんかコンドームのカスとかがめっちゃ落ちてるんで、ちょっと不気味な道です。まだ到着しないけど、こっちの道の方がね景色が綺麗に見えるかもしれん。よりねなんか近い感じがする。標高が低いせいか。こんな道をどんどん進んでいくスパートだ。セロベインテデヘブレロ到着。12月20日の丘直訳すると、はい、周りアンテナばっかりで何も見えません。バイバイ。なんかあまりの人の静けさとなんかエネルギーの音、ほんまに不気味。急に人が出てきて、お前なんでここにいるんだ、ここが何をしている場所か分かってるのかみたいな感じで言うて、なんか銃口を向けられて大変なことになりそうな雰囲気なんやけど、なんかそんな感じの不気味な雰囲気っすわ。来る価値なしっすね。来てもええけど、手前で結構ね隙間から綺麗な景色が見えるんですよ。それを楽しむって感じの場所ですわ。もう一回物価の確認やけど、今日序盤に韓国のお店行ったじゃないですか。あの時チョコパイ2つで3000ペソだったんですよ。で今食べてるこれアルファ4です。これ4つで1000ペソっすからね。それぐらい日本のお菓子のチョコパイブランドクオリティが高いってことじゃないですか。知らんけど、かなりビールっ腹な気ですな。下から見たらサンベルナードの丘があっちで、そこからベインテデフェブレロの丘まで行ってました。さっきはこう見たら案外距離あるなーって感じやな。おはようございます。ぐっすり眠れました。朝8時前。気合入りすぎてます。コーヒーとバナナ持参。気合入りすぎてます。もう一回言うけど気合入りすぎてます。さすがに朝早い日曜日、人は全然いないんで写真や動画撮り放題です。なかなか幻想的ですね。ウクライナにある教会みたい。今日はねサンロレンソというところに行きます。あんまりね日本人の中では情報ないと思うんですけど、現地人がサンロレンソっていうところからトレッキングできて大自然を堪能できるっていう感じのことを教えてくれたんで、現地人がそこちょっと行ってみたいと思います。現地人が情報ない言うてね、思いっきりバンバン日本人が行ってる場所だったらおもろいな。その辺ちょっとね僕もねわからないです。実際僕ねなんか現地人に聞いてなんか行動する派、アルゼンチン人の友達も結構たくさんおるんで、メッセージ送ってどういうところがおすすめなみたいな、1回ぐらいはねなんかそのサルタスペースおすすめとか調べたりすることもあるけど、乾杯。昨日に引き続き悪天候なせいで不気味さが醸し出されている教会。はい、サンロレンソという町に到着しました。サンロレンソ言うてもサンロレンソのほんまに端っこの端っこやけどな。ここでねハイキング、大自然満喫することができる。それにしてもね天気悪すぎ。一応は昼からはね晴れるような天気予報だったんやけどな、
それにしても天気が悪いぜ。まあセントロから約30分ぐらいでこの町に来れました。いやー、ちょっと予定狂いましたね。ちょっとね、曇ってるんでね、このインフォメーションで僕休んでたんですよ。まあ軽く。ほんでお姉さんらと話してて、自分はここに行きたいって言ったんですよ。カホネスデルサンロレンソっていう場所なんですけど、いやそこは入れないって言われて、プライベートの土地だからギアが必要言われたんですよ。ギアってツアーガイドみたいな。6万ペソ言われて、いやそれはさすがに無理みたいな。下に降りてこっちのルートからセロがあるから、まあ2日連続セロになるんですけど、ここのセロエレファンテっていうところだったらギアなしで行けるよって教えてくれて、しかもルートがね4つぐらいあって、まあ往復で違うルート通って帰ることもできるし、面白いんじゃないかな言ってくれたんで、ちょっとねプラン変えてそっち行きたいと思います。天気見た感じ、この後ね晴れてきそうな感じなんで、今若干曇ってるけど歩いてるうちに晴れると思う。絶対知らんけど、まあとりあえずね歩いてねそっち向かいますわ。お姉さんめっちゃ優しくってね、 Wi-Fi もね使わせてくれた。この Wi-Fi って言った瞬間にねシーって言われて、黙って使えみたいな感じ。ごめんなさい。なんかすごい犬やな。はい、ここからスタート。トレッキングの始まりです。マジで人がいねえ。ローカルすぎる。登り始めて2分ぐらいでもうこの景色。なかなか期待できそうだ。それにしてもちょっと地盤が濡れてるんよな。危ない。なかなかの雰囲気です。羊がたくさんおって、向こうでは犬がお騒ぎして子供たちが座ってる。そして僕はこの道を通ることができるのか。犬をまたがなければいけません。ついに通る時が来た。ブンディア。あ、抜いてくれる、ありがとう。おかわいいかわいい。めちゃめちゃ親切だった。めちゃめちゃかわいい親切な犬。やばい、びっくりするぐらい話通じんかった。今おばちゃんとの話で10分15分も話したぞ。なんか引き返せみたいなこと言われて、いやいや このルートがこのセロエレファンテに行くルートですって説明して、向こうがいやインフォメーションは下にあるからみたいな。自分がいやインフォメーションは僕はもう行ったで、インフォメーションがこの道を教えてくれたって言っても、インフォメーションは下にあるからインフォメーションに行けみたいな。いやだから行ったって、インフォメーション行って喋ったんよって何回も説明したけど全然通じんくて、一緒に行くぞ言われて、案内したるわ言われて、ちょっと落ち着いて聞けって言うて、インフォメーション行って、インフォメーションがこの道を僕に推薦してくれたんよ。んでこれマップ見てみ、4つあるやろみたいな。で向こうがこれはセンデロノルテって言うて、この道じゃないんや言うて、いやだからセンデロノルテコイン書いてるやん、このセンデロノルテを今自分が通ってセロエレファンテに向かってるんよってずっと通じてるやろって説明したら、向こうが納得して、でいや結局納得せんかったわ。納得せんかったけど、もう俺がいやもう何かあったらもう引き戻るから行かせてって言って行った感じ。結構険しいな道。あれ結構険しいぞ道。合ってるんか。こんなん結構滑って転んで大分県やん。すぐに滑って転んで大分。あれおばちゃんの言ってることが正しかったのか。どの道を進んだらいいのかが全然わからん。もう適当。足場がぐじゅぐじゅ。これはねかなり厄介。これきつすぎるって。おいおいおい、立ち入り禁止か。これはこっちを通るという意味ですよね、もちろん。さあ行くぞ行くぞ、前進前進。こんな感じでね、道がねちょいちょい分かれてるんがねだるい。こっち行こう。違う、間違えた、向こうや。難しいねトレッキングって。足場も安定してないし、一人だし、なんかあったら終わるよ。おら、こっちか。まさかのこっち。そんなんわかるかだ。まあとりあえず住んでみよう。ミラドールデルアロージョ。ミラドールが展望台って意味で、アロージョがちっちゃい川みたいな感じの意味。川も何も見えんけどな。標高はね1550メートルぐらいですね。特に川なし。はい、またここで分かれ道。こっちに行くのか。こっちの選択肢はさすがに薄いな。こっちの選択肢がまたあるんよ。とりあえずね一休みして考えますわ。案外選択肢一番薄いこっちの道が正解かもしれん。
トラップカード発動。ケムシちゃんこんにちは。標高 1640m ミラドールロスラウレレス。これのどこがミラドールですか？何も景色見えません。まあしんどいんやけど、昨日もね2つの丘登って市内ねぐる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 ね駆け巡って20キロ以上歩いたんですよ、昨日だけでも。それからのねトレッキングっすからね。ちなみにね他のね道と合流したんですよ。で僕が通ってたセンデロノルテ誰一人歩いてなかったけど、合流してからはいろんな人と出会う、それぐらい人気のない道を自分は歩いたってことやな。そしてインフォメーションの人からおすすめされたってことやな。小梅太夫並みに真っ白。こんだけ白いことある？真っ白なんやけど、まあこんな感じの様子ですね。前の舞台はねあんな感じで止まってるように、僕もねちょこちょこね止まりながら標高との戦い休憩しながら進んでるって感じかな。足跡ないし人と全然すれ違うし、確実に道間違ってるやん。鳥が返事してくれる。オラ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 。誰も通ってない道通ってきて無駄に回り道してしまった。ぐるーっとわざわざ通らんでいい道を通ってきて、ついにセロに到着。絶景がこちらです。超絶絶景ワンツースリーフォーパッ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 。どうやってチャリで来たん？ここまで到着しました。ここがセロエレファンテですみたいな看板とかもないん？まさかのこれだけ？これがなんか到着しましたの証です。今泊まってる宿で無料でもらえるパン、おじさん、そしてハムとチーズと卵パン。さっき一回霧がね全部ねちょっとなくなったんですよ。で完全になくなるの待とうと思って待った結果、もう一回霧が出てきて、今ねこんな感じ。もうね待っても仕方ないんでね、別ルートでね帰りたいと思います。思った以上に帰りね、足場がね急勾配というか足場濡れてるししんどいんよな。結構足筋使うマジで、そしてねルートがね4つあって、なんかみんなセンデロミラドールっていうルートを行ってるんやけど、ちょっと逆張りというか、まあみんなと違うルート行ってみようかなっていう中二病的な発想で、また一人で変な道を歩いてみようかなって考えてます。いや、のいてくれんの？そこちょっと開けてくれよ。でね、犬のねお尻の後ろ通るんはねめっちゃ危ないですよ。馬ってね臆病なんで、後ろに立たれるのとかがすごく嫌いな動物なんで、後ろに立った瞬間馬蹴りされて骨折れます。マジちょっと怖いんですけど。こっち見える。抜いてくれって、そこマジで怖いんですけど。オッケー。今初めてルート別のね距離とかのやつを見たけど、おばちゃんがおすすめしてくれたセンデロで乗るって一番距離長いし、1時間40分一番時間かかるような設定になっとるやん。なぜこの道をおすすめした？寄せてくれました。ここまででおねだりするワンちゃんと遭遇。遊んでほしいのかな、猫も一緒に。ちょっと偉そうなこと言うかもしれんけど、ここで降ろすんだったらもうサルダのセントロまで連れてってもらいたかったな。まあそんな厚かましいことはさすがに言えんかったわ。
そして本日は夜のメルカードムニチパルにやってきております。アルゼンチン名物のロクロを食べましょう。なんか値段聞いたけど高いな。スープ料理一つに1000円以上払わなあかんのか。なんかトレセミル言われた。で小さいやつだったら DS ミルみたいな。 DS ミルでも高いって。はい、以前にも説明したこんな感じのフードコートで飯を食べております。隠してるけどビールってわかるわ、簡単に。パン付きで DS ミル、なかなかボリューミーですね。いただきます。こんな感じでピカンテ言うてね渡してくれました。辛いです。めっちゃうまいんですけど、やっぱり外食したらうまいな。自分で作ってばっかりじゃなくて外食はするべきや。こんな感じで肉もねゴロッと入ってます。うますぎる。目の前にいるセニョールがなぜかビールをおごってくれました。グラシャス。サルー。ビバアルケンティーナ。サルタ。リコ。ムチョグラシャス。かぼちゃベースのスープ、やっべえ、ほんまに心の底から美味しいと思った。まあおっちゃんとの交流もあったし面白かったな。来てよかった。最高でした。ボリューミー、お腹いっぱい。最後のビールが追い打ちだったな。とりあえず町の郊外へ出るために小さなバスに乗った友宗谷であった。あかん、もうほんまにクソすぎる。エネルギーないわマジで。今日サルタ最終日で、今日からまたヒッチハイク開始して次のね町にね向かおうと考えてるんですけど、まあもちろんヒッチハイクなんで、まずは小さな安いバスで郊外に行ってからヒッチハイクするっていう感じなんですけど、郊外に行ってその近くに料金所があるんですよ。で料金所まで歩いて、その料金所の後でヒッチハイクするみたいな。ヒッチハイクする人はまあそこまで考えないといけないんですよね。料金所がどこにあるかとか、警察のねこの検問の場所がどこにあるかとか、トレス A っていう、まあ、3E のバスに乗らなあかんのっすけど、で心の中でトレス A 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 ってずっと言ってたら、間違ってトレス A に乗ってしまって、トレス A はまあ 3A ですね。 3E に乗らなあかんけど 3A に乗ってしまいました。ややこしいんよ。アーベセで A なんですよ、エスパニョールは。英語は ABCDE じゃないですか。それで A と E を間違えたっていう。でもう一回もうぐるーっとね回ってもう一回バス停に歩いていってます。ってことでまたさっき乗ったねバス停に戻ってきたよ。 3E に乗ります。あ、 3E や。あれやばいあれ。あぶんねえ、念のため聞いてよかった。このバスも違う言われたんやけど、マジでじゃあどれが正解なって感じなんやな。あっち行け言われた。あっち行けチーノ。それは嘘やけど。Hola Juan, gracias. ¿Cómo estás? Bien nomás. ¿Qué te parece Salta? Salta. Salta es muy lindo. Arigato. Arigato. 日本を他の国では禁止されているコカの葉ですね。今日も持参のテント泊です。晩ご飯はお米の上にゆで卵をのせたもの。お米はちなみにね、人参とかね、カレー粉とかね、トマトとかニンニクとか一応味付けはしますよ。悔しいけどスマホの充電と Wi-Fi 活用のため。ちなみにこんな感じでね、ヒッチハイク途中はそのね運転手の仕事に付き合ったりもします。ポロトって言うんですけど、豆のなんかコマーシャル活動を彼はねしてるらしいんですよ。それにね僕はね今ついていって一緒にね豆の勉強しています。季節がどういう感じかとか、どういう風に収穫するかとか、どんな感じの色してるかとか、いろんなことを教わってますね。これがヒッチハイク、これが旅です。アオラリブレそしてサンドイッチを作ってもらって、今日もヒッチハイクをしている小さな侍。
チハイク途中にはこんな感じで綺麗な景色を見るために別方向へ行く時だってある。そして現地人からワニの肉をもらい、偶然出会ったアルゼンチン人からまさかの3日連続カルネアサードだけではなく、ワインを飲ませてもらったり、いろんな思い出を作ってもらいました。そしてお肉屋さんで働かせてもらったりもしたよ。やばい、またお金もらってしまった。ヒッチハイク、これコスパいいなマジで。ウルグアイでもお金もらったし、アルゼンチンでもお金もらっちゃいました。ありがとうございます。はい、動画ご視聴ありがとうございました。これがね、サルタ中心部の動画です。サルタ結構広くて、カチとかカファジャテとか、そのね中心部の周りにある小さな街が結構魅力的なんですよ。まあ僕は行きません。なぜかというと、不不意で馬若とかプルママルカとか行って、まあ基本的にね景色が似たような感じなんですよ。多分山があって、綺麗な地層があって、カラフルな地層があってみたいな、まあ次の楽しみに置いとこうかなって感じで、まあ僕は行きません。中心部に関しては3泊4日で大丈夫ですね。中2日で市内中心部適当にね美術館回ったりとか、セロ登ったりとかで、もう1日でサンロレンソっていうとこまで行ってセロエレファンテ登って帰ってくるとか、そんな感じで3泊4日があったら十分です。ちなみに動画では説明しなかったんですけど、今回僕が滞在した場所についてです。まあね、写真見てもらったらなんとなく想像はつくかなとは思うんですけど、飯付きドミトリールーム、お湯シャワーありで、まあセントロから近くて、個人的に4泊しました。若干ゆっくりさせてもらって、キッチンも使わせてもらって、宿とかホステルとかそういうんじゃないんですよね。旅にも若干慣れてきたら、安いホステルを見つけるというよりかは、どうやって無料で泊まらせてもらうかなとか、そういうのを考えてしまうんですよね。旅慣れてきたらね、言えるような場所でもないんで、今回は秘密にしておきます。まあ話は変わって、市場で食べたロクロなんですけど、あれめっちゃ美味しかった。次の日朝起きたらいつもと違って、もうマジでギン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 。次回ともさやチャンネル、イグアスの滝へ行くための拠点となる町プエルトイグアス。しかしイグアスの滝には行きません。イグアスの滝以外を見せる動画、バスで簡単に行けるパラグアイの町やヒッチハイクを駆使していくブラジルの超絶スーパーサイヤ人級の穴場の滝などを紹介。